機動戦士ガンダムシリーズの舞台である宇宙世紀において、たびたびモビルスーツ製造メーカーとして登場するアナハイムエレクトロニクス。GP 計画のモビルスーツ開発に始まり、ゼータ計画では、エウーゴと協力して、ゼータガンダムを筆頭に、ダブルゼータガンダムやスペリオルガンダムのような高性能機体を生み出していきました。その後は、ニューガンダムに、サザビー、ユニコーンガンダムにシナンジュ、クシージーにペーネロペーという、戦いを繰り広げる主役級機体すべてを開発し、敵味方問わず各種陣営に納品しており、死の商人とも呼ばれる、ガンダム界から欠かせない重要な企業です。今回は、そんなアナハイムエレクトロニクスについて、以前ご紹介させていただいたゼータ計画以降、人の心の光を見せつけた未知の新素材、サイコフレーム編について解説させていただきます。宇宙世紀0086に、エウーゴの協力から始まったモビルスーツ開発であるゼータ計画にて、アナハイムエレクトロニクスは、次世代の可変機、ゼータガンダムの開発に成功し、さらに、ダブルゼータガンダムやスペリオルガンダムなど、高性能モビルスーツの開発を行いました。しかし、その結果、モビルスーツの生産コストが上がり、利益を圧迫するようになりました。そこで、製造コストを下げるために、新たな改良機が模索されます。その中の一つがリガズリーです。ゼータガンダムのコストダウンを図るべく、簡易変形モデルとして開発されたので、脚部以外の可変機構を省略し、バックウェポンシステムを装着して巡航形態を取る設計になりました。しかし、結果的にコスト高は解消できなかったので、当初は試作の1機しか作られませんでした。また、月面都市フォンブラウンの工場では、リガズイのような簡易型可変機の開発のほかに、ギリシャ文字を冠した機体の一つとして、ニューガンダムが開発されます。これはニューガンダムファーストロットと呼ばれており、アムロが自分の専用機として、歴代のガンダムタイプモビルスーツの性能の平均値を参考にして開発を進めた機体であり、いわゆるサイコフレームが搭載される前のニューガンダムとなります。こうしてニューガンダムの開発が進行する中、シャアはネオジオンの立ち上げを着々と進めていました。月の裏側に位置しており、ジオンにゆかりのあるもう一つの月面都市グラナダの工場にて、ギラ動画の量産やサイコミを搭載した新型モビルスーツの開発を進めます。さらに漫画「機動戦士ガンダム逆襲のシャアビヨンド・ザ・タイム」では、シャアはとあるニュータイプ研究所を訪れており、そこには素材そのものにサイコミ機能を持たせる研究を行うナナイ・ミゲルがいました。研究所が連邦の弾圧を受ける中、ナナイはシャアに導かれ、スイートウォーターでサイコフレームの研究を進めていくことになります。こうしてサイコフレームのテストを行うにあたり、サイコフレームの試作品が搭載された機体が開発されます。その一つがシャア専用ディゼとなります。この機体は漫画「機動戦士ガンダム MSVR ジョニー・ライデン」の機関に登場しており、金銭面で不安を抱える初期の新生ネオジオンにスポンサーから寄付された機体とされています。もともとはシャア専用として開発されたわけではないものの、結果的にシャアのみが登場することになった機体です。ディゼは地上用にリックディアスをカスタマイズした機体ですが、本機はディゼを宇宙で運用できるように改修し、火力強化型リックディアスともいえるシュツルムディアスのバインダーやディラ動画用の装備を施しています。作中ではサイコフレームの使用によって破損してしまったので、スペアパーツに換装されました。こうして回収された機体がディゼ・トラバーシアとなります。ヤクト動画を思わせる剣部のファンネルポートシールドやメガ粒子砲を内蔵したシールドを装備しています。またサイコフレームは別の機体でも検証が行われています。それが機動戦士ムーンガンダムに登場するサイコガンダムマーク4 G ドアーズです。強化人間の運用ノウハウを持つティターンズの残党にシャアがサイコフレームのアイデアを提供して完成させた機体であり、サイコフレームで構成されたサイコプレートを搭載しています。データ収集後はロンドベルに通報し、アムロが登場するリックディゼに始末させました。こうしてサイコフレームの検証を行う中、同時にアクシズ軍の技術も取り入れてサイコミュ兵器の検証も進めていきます。まずギラ動画をベースとしてサイコミュ検証を行うべく開発されたのがギラ動画サイコミュ試験型となります。これはアナハイムエレクトロニクスではなくネオジオンが独自に開発したもので、ギラ動画にアクシズ軍が所有していた R ジャジャの技術を組み合わせた機体であり、両肩にファンネルを搭載しているほか、サザビーのように
腹部に拡散ビーム砲を備えています。しかし、本機はサイコミュの小型化ができておらず、さらに機動性に難があったので、新型機の開発を進めました。こうして次に完成した機体がヤクト動画とバルニルになります。まずバルニルは高い機動力を誇る機体に仕上がりました。しかしサイコミュシステムが安定しなかったので失敗作という扱いを受けます。ただし後にムーンに漂着した G ドアーズの頭部とサイコプレートを装着してバルニルガンダムヘッドとなり、ムーンガンダムへ回収されることになります。またバルニルの失敗を踏まえてサイコ動画が企画されます。この機体はサイコミュシステムを安定させるために機体が大型化されており、バルニルが頭頂高 20.9 メートルであるのに対し 29.2 メートルになりました。しかし最終的にサザビーが誕生したことからモビルアーマーへの設計変更が行われ、推進剤を含めると100メートル以上のある大型モビルアーマーアルパージールとして完成しました。アルパージールは逆襲のシャアの劇中でクエスパラヤが登場し、邪気を放つ存在としてアムロの前に立ちふさがっています。次にヤクト動画です。パラレルワールドを描くベルトーチカチルドレンでは同じ立ち位置でサイコ動画、別名サイコミラ動画として描かれる機体です。サイコフレームを搭載した結果、サイコミュシステムの小型化に成功し、バルニルと同等のサイズでありながらも安定した性能を持つ機体に仕上がりました。しかしそれでもシャアの要求を満たすことはできなかったので、製造されたのは2機だけにとどまり、サザビーの開発が進むことになります。なおシャアがテストを行った1号機は予備機として扱われ、最終的にクエスが登場することになり、そのデータをもとに開発された2号機にはギュネイが登場することになりました。また後年の機動戦士ガンダムユニコーンではクエス機を修復した袖付き仕様が登場しています。こうしてヤクト動画の開発を経て、ネオジオンはプロトタイプサザビーの1機であるサザビー初期試験型重力化仕様を開発しました。本機はヤクト動画ではシャアの要求性能を満たせなかったことから開発された機体です。ヤクト動画の系譜を思わせる頭部でありながらサザビーらしい外見となっています。しかし出力はヤクト動画クラスしかないため、ここからさらに強化されてサザビーが完成しました。サザビーはサイコフレームを搭載したことで高い追従性を誇り、さらに高火力を持つ機体に仕上がりました。なおベルトーチカチルドレンではシャアはサザビーの代わりにナイチンゲールに登場し、シャーズカウンターアタックモビルスーツバリエーションの設定ではサザビーの改良機としてナイチンゲールが開発されています。また改良機としてのナイチンゲール開発の先にアルパージールの発展機ベータアジールが開発されたとも言われています。こうしてグラナダ工場ではサイコフレームを組み込んだ高性能モビルスーツ開発が進められていきましたが、一方で連邦はサイコフレームを持たないニューガンダムやリガツイ、いわゆる情けないモビルスーツしか開発できていませんでした。そんな中シャアはフォン・ブラウン工場側にサイコフレームを提供します。情けないモビルスーツと戦って勝つ意味があるのか。こうして開発されたサイコフレーム試験機がミューガンダムとナラティブガンダムになります。ミューガンダムはデザインが公開されておらず、サイコフレーム試験機ということしか明かされていない機体であり、ナラティブガンダムは同じくサイコフレーム試験機でありながらミューガンダムと同世代の失敗作とされる機体です。ナラティブガンダムは宇宙世紀0097を描いた映画機動戦士ガンダムナラティブに登場した機体ですが、元々の開発時期はニューガンダムより前なので、運用された劇中ではすでに旧式と化しており、さらに元の性能も優れているというわけではないので、追加装備で無理やり性能を上げて戦っています。こうしてサイコフレームを持たないニューガンダムにナラティブガンダムの技術を取り入れて完成したのがニューガンダムとなります。ニューガンダムは火力を重視したサザビーとは対照的に内臓火器を減らし、バランスの良い機体として完成しました。またベルトーチカチルドレンではアムロは別デザインのニューガンダム、通称ハイニューガンダムに登場し、シャーズカウンターアタックモビルスーツバリエーションの設定ではニューガンダムの改良機としてハイニューガンダムが開発されています。なお漫画アナハイムレコードではハイニューガンダムのようなファンネルラックに接続する方式の方が機体やファンネルが安定するものの、開発日数がかかってしまうので機体の完成を急がせるため
ニューガンダムの簡易的なファンネル取り付け構造を選んだことが描かれています。ニューガンダムは伊達じゃない。こうして機動戦士ガンダム逆襲のシャアでは、アムロはニューガンダムに、シャアはサザビーに登場し、最後の戦いを繰り広げていくことになるのでした。アムロとシャアの戦いはアクシズショックと呼ばれる奇跡によって終わりを告げましたが、第2次ネオジオン構想終結後、アナハイムエレクトロニクスは自社を大企業へ導いた影の立役者ビスト財団とともに、アクシズの軌道をも変える強大な力を持つサイコフレームの解明に乗り出すべく、ニューガンダムとサザビーを開発した2つのチームを統合した特別チームを編成します。また同時に地球連邦軍が宇宙世紀100に向けて UC 計画を発案します。 UC 計画とは、ジオン共和国が自治権を放棄する宇宙世紀100年をもってジオニズム、すなわちニュータイプ思想を排除するというもので、ニュータイプ神話を打ち砕くためのシステム、ニュータイプデストロイヤーを組み込んだモビルスーツユニコーンの開発をアナハイムエレクトロニクスへ委託しました。こうして UC 計画で開発された最初の試作モビルスーツがシナンジュスタインとなります。どことなくガンダムに似た形状を持つ本機は、ムーバブルフレームの一部にサイコフレームを採用し、サイコフレームの強度や追従性の実証実験が行われています。なお最終的に2機が強奪に見せかけて袖付きに譲渡されており、1機は袖付きの主械フルフロンタルの専用機としてシナンジュに改装され、もう1機はゾルタン・アッカネンの登場機として不死鳥狩り作戦に投入されました。こうしてシナンジュスタインによって検証を行った後に開発されたのがユニコーンガンダムとなります。ユニコーンガンダムはムーバブルフレームの全てをサイコフレームに置き換えた機体として完成しました。まずアナハイムエレクトロニクスによってユニコーンガンダム1号機とその2号機バンシーが開発されており、1号機のみラプラスと呼ばれる特殊システムが組み込まれています。劇中ではバナージリンクスが登場する1号機は袖付きとの数々の戦いを繰り広げながらラプラスの箱の謎に迫っていきます。一方でバンシーはラプラスの箱の解放阻止を目論むマーサビストカーバインによって再調整されたマリータが登場し、バナージたちの前に立ちふさがりました。また終盤では1号機は追加装備を施したフルアーマーユニコーンガンダムへ改修され、バンシーはアームドアーマーなどを追加したバンシーノルンへ改修されて、リリーが登場して戦いを繰り広げていくのでした。こうしてラプラス事変で驚異的な性能を見せつけた2機のユニコーンガンダムが人類には扱いきれない技術的得意点シンギュラリティ1とされ、表向きは解体と封印の処置が施されましたが、それとは別にユニコーンガンダム3号機フェネクスが存在しました。フェネクスはビスト財団の関わりを防ぐためにアナハイムエレクトロニクスではなく地球連邦軍が独自に組み上げた機体です。バンシーとの合同評価試験中に暴走して行方不明になりますが、機動戦士ガンダムナラティブでは奇跡の力を見せつけ、最終的にどこかへ消えています。こうして強大すぎるサイコフレームの奇跡の力は封印され、アナハイムエレクトロニクスは再び高性能モビルスーツの開発に着手していくことになり、宇宙世紀0105にはクシージーやペーネロペーをロールアウトします。しかしそれは高性能な代わりに大型のモビルスーツとなってしまったので、軍事費の高騰を招いており、小型化を提唱するライバル企業が台頭したことで、一転して小型モビルスーツ開発へシフトせざるを得なくなっていくのです。余談ですが、アナハイムエレクトロニクスはゼータ計画の先にコストダウンを図るべく、フォン・ブラウン工場でリナズイのような簡素変形型モビルスーツを開発し、さらにニューガンダムファーストロットを開発しました。一方でグラナダ工場ではシャアとナナイがもたらしたサイコフレームを組み込んだシャア専用ディジェが誕生し、そこからディジェトラバーシアに改修され、同時にサイコガンダムマーク4 G ドアーズによるデータ収集が行われます。そしてサイコミの検証としてギラ動画をベースに開発されたギラ動画サイコミ試験型を開発し、そこからサイコフレームを搭載したヤクト動画とサイコフレームを搭載していないバルギルを開発して比較検証を行いました。バルギルは G ドアーズのガンダムヘッドが装着されてムーンガンダムへと生まれ変わり、さらにバルギルの技術を生かしてサイコ動画やアルパージールを開発し、一方でサイコフレームを搭載したヤクト動画はサザビーやナイチンゲールへとつながり、アルパージールにナイチンゲールの技術を組み合わせてベータージールの開発へ派生していきました。この時点でグラナダ工場のネオジオン軍のモビルスーツの方が
優れた性能を誇るようにも見えますが、シャアがサイコフレームの情報をリークしたことにより、ニューガンダムやナラティブガンダムを用いたサイコフレームのテストが進められ、伊達じゃないニューガンダムへとつながっていきました。そしてニューガンダムはハイニューガンダムへつながり、さらにサイコフレームの奇跡の力は2つの工場の垣根を越えた特別チームの編成を推し進め、ユニコーンガンダム0号機シナンジュスタインの開発につながりましたが、シナンジュスタインは袖付きに引き渡され、シナンジュとナラティブ版シナンジュスタインに改装され、ニュータイプ神話を打ち砕く UC 計画のもと、ユニコーンガンダム、バンシー、そしてフェネックスの開発へとつながっていくも、扱いきれない技術として封印され、再びサイコフレームに依存しない高性能モビルスーツ開発へと進んでいくことになりました。この時代のモビルスーツは、敵味方両陣営が全てアナハイムエレクトロニクス社製モビルスーツになっており、まさしく死の商人という名がふさわしい企業になっているのではないでしょうか。あれが新型というやつなら、アナハイムはやりやがったってことだ。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。